はい、こんばんは、いらっしゃいませ。今日届いた山梨の食材やら、メインのうちお肉がおすすめで、山梨の肉が送られてきたりします。富士桜ポークっていう山梨の豚肉、脂がすごい上質で、癖が本当に少なくて、もう全然胃もたれとかもしない。こんなうまい豚あるんだと思って、今までいろんな豚食いましたけど、手前味噌じゃないですけど、一番美味しかったのは美味しいものの富士桜ポークです。信玄鶏、山梨の鶏肉なんですけど、地鶏みたいな肉質な硬い鶏っていうよりかは柔らかい肉質で、油も程よくみたいな、現代人に食べやすいような味に品種改良された鶏ですね。あとA5ランク、うちがメインで使ってるんですけど、A5ランクの甲州牛、黒毛和牛の甲州牛ですね。これの新玉っていう内ももの肉、環境がすごくいいと思いまして、雨降る日が少なかったりとか、あと水が美味しかったので、畜産物に与えるストレスとかそういったのも少なく育つので、めちゃくちゃ美味しい黒毛和牛、赤身と脂身のバランスが最高で、山梨のお肉なんで山梨のワインと合わせやすい、そういった相乗効果もありますので。お肉も何キロぐらいあるんですか、これ。お肉は9キロなので、一応小分けにして、今週1週間もたないぐらいかな。あと米ですね、山梨の美北米っていうところの米で、山梨の本当に北側、長野県の県境の方で育てられている米なんですけど、めちゃくちゃ水がきれいで美味しいところ。米ってあんまり山梨って知名度まだあんまり低いんですけど、米で一番大切なのは太陽、光と水なんで、もちろんそれも2つが山梨めちゃくちゃ強いので、米ももちろん美味しい。で、燻製かけてるお醤油で、お通しでうち馬刺しを提供させていただいてるんですが、その馬刺しにめちゃくちゃ合う、ちょっと甘めのお醤油で燻製してあるので、香りもとてもユニークな香りがして、武田信玄の末裔の方がやってる会社さんなんです。そうなんですか。それこそ山梨の醤油のイメージとかあんまりないと思うんですけど、そういったエピソードを添えてお客さんに説明してあげると、お客さんも興味してました。なるほど。普通の滝上醤油も山梨の醤油を使ってるんですけど、用途に合わせて普段使い用の醤油として、お魚とかお刺身系とかだったら全然こっちでいいですし、あとはほうとうですね、ほうとう麺入ってます。こんな感じでほうとうですね。こんな感じで一日はスタートする感じですね。お酒が来たり、野菜が来たり、お酒が来たりとかで、お話だけで大体10社弱発信がかかってます。試合がという僕の自分ゲームなんですけど、強くて、山梨っていうと大体果物とかワインとかに行きがちなんですけど、こんなにうまいものあるんだから、東京で本当 PR すればいいじゃんと思って、で、始めたんですけど。背筋がね、ちょっとでも残っちゃうと、口当たりが全然変わってくるので、本当に筋取りたいからしっかりと。脂身が美味しいと思いますね、割と甲州牛は。通常結構捨てられることが多いんですけど、これだけ工夫して、例えば
すごい上質な油なんで溶かしてハンバーグに入れるとか、はいそれでポテトフライとかめちゃくちゃ美味しい。でへきるだけ無駄にしないえ。ようにしてます。山梨で有名なものって本当にほうとうとかワインとか果物を入れてる感じで、それでどうやって店やるのみたいな感じが結構強かったんですよ、第三者からしたら。ただ、こういった隠れ食材とかめちゃくちゃあったんで、逆にそれをお客さんに知らしめたらめちゃくちゃチャンスじゃないかと思って、山梨にがっつり経済効果与えさせてあげようと思って、100組以上山梨に旅行とか PR して山梨に行ってきましたって言いますね。100組以上ですか？たくさん見ます。8年間で旅人です。山梨県出身のスタッフも多くて、山梨のお客さんも来るんですか？結構来るんですよ。こんなに東京に山梨の在住の方っていたんだと思うぐらい来てくれて、それは嬉しいですよね。お肉ですけど綺麗な。わあ、すごい。めちゃくちゃサシがあっていいと思います。こんな感じで。こっちが、牛すじですね。こっちが脂身のところです。試作したいのが牛ステーキなんですけど、シャインマスカット、山梨のシャインマスカットでソース作って、でステーキと合わせてみたいなのをちょっと試作して、よかったらメニューに書こうかなという感じで今日やろうかなと。僕のなんですかね、テーマじゃないんですけど、山梨か旧山梨みたいなのが特にこだわってまして、時期なんでシャインマスカットが甘みが強いんですけど、つい肉厚で果実味がすごい強いんで、もしかしたらソースに合うかなっていうところで、もしまずかったらですけどちょうど僕の地元の笛吹市っていうのはシャインマスカットなんで、結構試作作ったりするんですか？割と試作はそうですね、一応ブランドメニューの他に週替わりぐらいで書き直してるおすすめメニューっていうのがあるんですけど、メニュー数もめちゃくちゃ多くて多いですよね。そうなんですよ。100はありますね。こっちで、40ぐらいと、こっちでまた60ぐらい。消せないんですよね、メニューが。オリジナル性出して作るものなんで、本当我が子のように思えてきちゃうんで。細かくせずに、本当に砕いて絞ったりとかしてソースに入れると相当甘みが出ちゃうんで、そういう形を残しつつみたいなイメージですかね。ソースが絡みやすいように炭で焼くんですけど、フレンチっぽく。山梨県の白ワインですね。白ワインじゃなくてやっぱ山梨のワインです。
ちゃうまいですね。この前も出しますね。出直してくれるやつに。いつぐらいから出せるんですか、もしこれ再今日やっちゃいますね。早いですね。はい。山梨って方言とかあるんですか？日本一下品な方言みたいな感じで。そうなんですか。そうなんですよね。なんか語尾にあとなんかつくんですよ。なんか言うなとかだったら一丁とか、食べるなとかクッチョとか。そうなんか聞こえがあんまりないんですよね。して本当にゴリゴリの公衆弁喋ってる人を山梨県で見たことないです。ですか。しますね。謝ります。あと1回でいきます。おすすめメニューちょっと変わったから見といて。はい。あったからよかった。私だけでいいですか？全捨てで。お願いします。ありがとうございます。シーザーズアーかなんかに乗っけといて。よし。はい、こんばんは。いらっしゃいませ。いいよ。山梨の市川大門ってところで作ってるグアの葉っぱで作ったお茶で食物繊維もたっぷりとかですごい健康茶なんですよ。今年が馬刺しになってますので、甲州名物に入るんですけど、武田信玄の騎馬隊の時代ぐらいからあったみたいで、皆さん馴染みはあると思いますね。馬刺しが美味しかったです。山梨って馬なんですね。意外でした。イメージが。はい。味噌しそ。富士山の溶岩を使ってでお肉が冷めないようにし
して提供していくんですけど、結構インパクト大ないいんですね。一回もう温めると2時間ぐらいあったかさが続くっていう。これが富士山の方だね。世界遺産です。世界遺産だ。おめでとう、世界遺産。B レモンサワーです。A 桜ポークと信玄鶏です。ナノさん、よっ。こんばんは。はい、いらっしゃいませ。ぜひちょっと可愛いです。マンションダチョウのソーセージ。ダチョウのソーセージ。そうですね。去年見つけたんですけど、阪神の南アルプス市ってところでダチョウを作ってる農場さんがあるぞと、で定期的に買わせていただくような地域で。塩を赤ワインで煮詰めて使うっていう、オリジナルです。はい、風味が良くなるのと見栄えがいいです。2台1円たくさんです。なると白真剣にです。今何分過ぎた？全然過ぎてないです。今ってこと？はい。甲州牛とは別個で、もう一個甲州ワインビーフっていうワイン作る時はブドウの搾りかすを肥料に混ぜてで作ってる牛なんですけど、まあ割とさっぱり系な感じ、赤身系なので、こちら低温でじっくりやってからやってるんで。お願いします。いいです。マスカット。ナイスマスカット。よっしゃー。
さっきの夏に出ました。早速出ましたね。はい。山梨はあんまり重くすぎないワイン、もしくは本当に白ワインとかでも全然あると思います。白ワインだと甲州ドライとか、甲州ヴィンテージとかもめちゃくちゃ人気ですね、世界で戦えるレベルにもなってますし、海外のコンクールとかでも優勝したりとか、高レベル高品質のものを作ってますんで。吉田さんのおすすめのワインはどれですか？甲州とか中部道酒造さんというところのグリッド甲州、甲州ワイン、甲州部で 100% ワインなんですけど、食との相性も最高で、エビも合いますし、魚系、ウニエビ系でも美味しいし、刺身でも全然合います。甲州全般的に合うワインで、グランメゾン東京でも使われたみたいな。あ、そうなんですか。僕がなんか山梨に行ってこれ本みたいなシーンがあったみたいなんですけど、君たちが目つける前から僕が目つけてほしい。山梨ワインがすごい癖がなくて良かったです。2大ハイボールがめっちゃ美味しかったですね。山梨の南アルプスから流れている川があるんですけど、その川の、水源の水を使って作ったウイスキーです。さっぱり系、はい、ウイスキーです。44です。はい、ちょっとファイヤーです。ちょっとファイヤポート冷たくしてつけ汁風の小皿っていう甲州名物があるんですけど、山梨に行かないと食えないですからね。作り方は味噌ベースだとか醤油ベースでいろんな作り方はあるんですけど、うちは醤油ベースのおだし、ちょっと濃いめのつゆにつけて食べてみたいな。なるほど。まあ、職を失ってもう一応ないよ、もう仕事は。さっき B じゃない。
ご出身はどこなんですか？出身は山梨の河口湖町です。東京に来てから山梨って感じること本当にめったにないので、やっぱり唯一山梨を感じられるような場所がここにあってめちゃくちゃ楽しいです。僕の全く縁もゆかりもない地でこんなに興味が湧いて美味しい食材と出会ってで、お店ができるんだったら自分のもっと好きな山梨で同じようなことができるんじゃないかと思って独立させていただいた次第ですね。で少しずついろんな食材と出会っていって、やっとこれが集まればお店できるなっていう、構想から大体1年ちょっとかかったんです。山梨を広めていったのは、一番根っこの部分なんですが、売れずに何年後はどうしたいとかよく言われますけど、なんかこういう店舗作るのとかよく言われますけど、それよりかは本当に今日来るお客さん、明日来るお客さんに感動して帰っていただくことをしたい。